デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、現場で事故が起きた時の対処と責任の取り方という結構大切なことなのでお話ししたいと思います。まず結論から言っちゃうと、事故が起きた時はその解決に全力で当たり、より素早く対応して、責任はあなたの立場が弱ければ弱いほど立場自体にはね価値が少ないので、お金で責任を取るしかないよというちょっとだけ重たい話ですかね。先日ホテルの現場で作業中にですね、配管が折れて、水がちょっと噴き出して、下の階まで水が行ってしまった事件がありました。下にはねお客様が宿泊中で、現場サイドは大騒ぎですよね。ですぐにホテル側と連絡を取って、お客様は他の部屋へ移動して、現場監督さんからはオーナーさんにも連絡をして、設計の僕の方にも連絡がありました。すぐ明日対応策を話しに行ってきますと。でここで重要なのは、事故が起きた時の初動の速さなんです。現場が起きた事故は最短で動いて処理しなければ、問題は1秒ごとにどんどん膨れ上がっていきます。今回担当した現場監督さんは、それはよく分かっていて、現場での対応指示、報告連絡の速さ、そして、最後にお金についてを、話したいと思います。で、事故が起きた時、それはなぜ起きたのか、そしてその補修はどうするのかという原因を追求して対応に当たらなければいけません。今回の場合はなぜ起きたのかというと、洗面台の高さがですね、図面上ちょっと間違っていたんですよね。で修正をね即座に依頼をしました。しかし現場では取り付けており、急遽変更することになったわけです。でその際、取り外した時に大きな事故が起きたわけです。配管がずれるっていう、これはね、ただのね現場での事故というわけで、処理するわけにはいかなくてですね、設計変更に応じた、事故っていうことにも考えられます。もちろん、事前にですね、そもそもバルブをね回ごとに閉めていればこんなことにはならなかったとは思うんですが、それを怠ったっていうのもありますし、急遽そういった設計変更をしたという、設計者としての責任もあると思います。原因が分かったところでですね、今度は、その補修をしなければなりません。そうするとお金は必ずかかりますよね。でそれをどう負担していくかっていうことになります。変更による設計者としての責任はどのぐらいあるのかと、施工会社の確認の責任はどのぐらいあるのかと、これは設計者施工者で話し合うことになります。また、事故に対する営業保証とか、他の階の補修工事の費用、どのように負担するのかを決めていきます。これについては、オーナーと施工会社、状況によって設計会社も関与していくことになります。事故の場合、オーナー側もしくは施工側の保険が適用されることもあります。この時のために設計や施工に関わる保険は必ず入っておいた方がいいということになります。ここで会社に所属するメリットが大きく出てくるわけですよね。独立していればこれらの責任は全て自分自身に降りかかってきます。でも会社の一社員であれば会社が責任を負うことになります。もちろん、その流れで自分の評価は下がるかもしれませんし、経済的な社会的なダメージは、少ないはずなんです。会社が守ってくれるのでね。でももしくは独立していても元請けにならないということです。
どこかの会社の下請けで入っていれば、そういった責任は降りかかって直接的には降りかかっていきません。元請けの会社との契約はこういう時のためにちゃんと読み込み、もちろん契約をすべきだと思います。自分にはどのような責任があるのかということを常に意識する必要性があるということです。元請けになれば決定権も発言権ももちろん強くなりますし、金銭的メリットも多くあるが、その分責任負債という形で、大きく出てくるわけです。これって一長一短ですよね。この辺も十分に踏まえた上で自分の立ち位置を決めていくことをお勧めしています。今日はですね、現場で事故が起きた時の責任、対処法みたいな、ことを、お話ししました。現場での対応はより早く、責任はお金しか取る方法ないんだよということを、ちょっと朝からですが重たい話になっちゃいましたが、大切な知識ですので、独立する人も就職している人も、嫌なところに対して目をそらさずですね、ちゃんと知っておいた方が良いと思います。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話でね、疑問に思ったり、実際やり方を知りたい方は、URL でね、オープンチャット LINE のオープンチャットを、貼っておきますので、そこから聞いてみてください。それでもしね、より知りたいと思った方は LINE グループに参加してみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。